あ、忘れ物した。何ですか。何ですか。 ETC カード。戻った方がいいですね。これは戻った方がいいですよね。戻った方がいいですね。めんどくさすぎますね。こうして、こういった方がいいんですね。そうですね。失敗するな。時間ない時に限ってこうだよね。ETC カード忘れたから帰るわ。大ショック。あらあら。あらあらあら。はいはい。賑やかになって。はい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 。はいはい。あらあらあら。あらあら。可愛いね。はい。こんにちは。とかもね、悪い男の色気があってね。なかなかいいですよね。いいですね。こんにちは。大変やこれ。いっぱいいるよこれ。増えたんですよ猫ちゃん。すんごい増えたんですよ。あら。全然きっちり見てくれた。はい、こんにちは。すごいね。壮観やねこれ。おっチャンネルです。どうも。どうも。今ですね、間もなく5時という時間ですけども、これから沼津に出発いたします。ムービングベースさんに改めて3度目ですね、お邪魔して、走行充電等々の最終調整をしてもらおうと。今回は社長がもう配線から全てチェックしますのでということなので、もう全てお願いしてと思っております。岡崎のあたりだそうです。岡崎。まだ岡崎ですか。今日は静岡ぐらいまでは行きたいですね。行きたいですね。まあ本当駿河湾沼津サービスエリアが一番いいんだけど、ちょっと無理ですね。ちょっと無理ですね。もうすぐケビンたちを抜きますね。ちょっと見てみようかな。ちなみにケビンたちはですね、浜松の爽やかで、ハンバーグかなんかを召し上がった後、国道1号を移動して、おそらく道の駅に向かっておるのではないかと。道の駅掛川で今日泊まるんではないかと。そんな感じ。どうですか。そんな感じ。当たり。当たり。当たり。実は明日沼津のムービングベースで北海道メンバーが大集合。実はみんなムービングベースのユーザーだったのです。普通車のこれいっぱい止まってね。これ違うのか、これいいのか。これ普通車ゾーンだよね。静岡パーキングエリア、サービスエリアでございます。到着しました。ドッグランが前にあったね。タオちゃんがちょっと犬の声に反応してた。大丈夫そう。じゃじゃん。ここで買い物。これ魚粉かけなきゃいけないんだね。こんだけ残ってた。本日の晩ご飯は静岡おでん。静岡おでんでございます。これも静岡名物のたぬき結び。じゃあ。筋いきましたね。魚粉。ぶっちゃけ iPhone15 になってから取りにくくなった。なんで？なんか大きいせいか指が当たるのか、変に写真撮ってたりとか。タオちゃん一緒やね。
今日から冬布団です。なんかすっごい布団の存在感がでかい。6時10分起きました。寒いのでFFヒーター入れております。またタオちゃんが降りてくれません。うわ、怒ってる怒ってる。はい、タオちゃん降りようか。M子さんはですね、まずシャワーを浴びに行きました。不潔な私は入りません。朝ごはんでございます。私がかけのぶっかけ温玉の冷やわけの柄のこの間さぬきでうどん食べないと言ったばっかり。カツオが効いてくるぞ。関東ですか。一応ね、あったくと美味しいんだよ。あ、美味しいね。高か。すごいね。こしらくね。でしょ？おおってなるや。珍しい。ちーちゃんが今ね、はい。豊橋のあたり。お、早いじゃん。早い。まだベコさんは動かず。寝てる。多分ケビンたちが道の駅を出て今10分ぐらいってとこじゃないかな。はい。ケビンと俺の中では今一番頼りになる男と思っているからね。言われているから。はい。それがムービングベース社長藤谷でございます。ケビンにしてみれば年齢半分。そうだよね。ケビンの半分の年なのに、もう師匠と仰ぐぐらいすごい人。あ、もういらっしゃるよ。空いてますよ。あ、よかったね。これ3つともそうな。違う、手前だけ。手前だけな。なんかいっぱい止まってます。大丈夫なのかなって。忙しいんじゃないですか。どうしようかな。富士山が見えます。そしてでムービングベースさん到着しました。こんにちは。今日見ます。かっこいいね。ここに入れさせていただきましょう。ムービングベースの冷蔵庫がアル中の冷蔵庫になりました。そうなんです。この人もムービングベースの愛用者だったんです。デコさん、ちょっと冷蔵庫見して。今俺冷蔵庫選んでんの。どんなん買ったの？別に中見ないから。中見なくてもいいよ。車の中がぐちゃぐちゃなんだよ。いいよと、そこしか見ないから。鍵かける。いや、見せてくれよ。後でいいよ。あ、こんな綺麗になるんだ。すごいね。すごいすごい。亀。エムコさんとタオちゃんの愛の巣が出来上がりつつ。いい子にしてて。短い時間だっていいね。さあ、今からここを調整してまいります。これですね。走行充電および配線絡み。もうびっちゃくちゃだけどね、今ねこれ。これを見ていきたいと思います。それでは走行充電のこれまでについて報告しましょう。走行時の充電パワーをアップすべく、まずオルタネーターを交換。そして走行充電器も 50A から 80A へとパワーアップ。設定のせいか 20A ほどしか充電せず、メーカーであるムービングベースに相談。わずかな設定で 50A の充電ができるように。三重への帰り道、
ソーラーパネルと合わせて77アンペア、1016ワットの充電を実現。後日、さらに充電効率を上げるため、おっちゃんはイグニッションケーブルを充電器に接続。しかし、ここで大失敗。イグニッションケーブルをショートさせてしまい、充電器のヒューズを飛ばしてしまいました。走行充電器をムービングベースに送り修理。またやらかすのが不安なので、ムービングベースに行って取り付けをしてもらうことに。なんとそこで走行時750ワットを実現。仮に晴天の昼間なら走行充電を含めて1300ワットを実現できたことに。が、その帰り道、岡崎サービスエリアでまさかのトラブル。セルが回らずエンジンがかからない。JAF の懸命な処置により、なんとか妻で戻ってドックイン。原因は使用していないイモビライザーのトラブルでした。もう一個はあったっけ、レバー剥がすの。パッチンと剥がすの。俺、こっちしかないよ。一個しかないよね。だってそっちまで繋がってるもの、これが。ああ、そういうことね。じゃあそれ取んなきゃダメなのね。はい、すいません。持ってね。どこに。最近忙しいですね。そうなんですよ。嬉しいことですけどね。ちょっとなかなか体が体力がちょっとついかない。これを。ハイエースはここで独立してるんですよ。切りますか。いや、それやりた方がいいと思う。ありがとう、デコさん。今日カルビ3枚食べていいから。もっとあるわよ。もっとある。10枚でも20枚でも。ここから取ればいいです。なるほど。そいつがもう新しいですもんね、オルタネーター自体は。新しいですね。まあリビルト品ですけどね。明らかに色が違うんで。これがオルタネーターでございます。通常は80アンペアですが、これは150アンペア出力するオルタネーターなんですが、線が全然細いということで、こっから出して、この線を出して、ここの、よいしょ、よいしょ、充電器に直接ぶち込む作戦でございます。あ、切ってた。飛び出すか分かんないからね。真ん中に。今ちょっとなかなかいい塩梅ですよ。あれですか。うん。ただすごい大変なことになってますよ今。今回はですね、はい、38スケ。38スケ。そうですね。出ました。普通はでもそんなに使わなくても大丈夫ですよね。です。22スケで十分です。はい。鹿よけついてんじゃんあれ。あ、ついてない。ついてるよ。というわけで来たのはヤマディとちーちゃんでございました。いらっしゃい。よく来たね。ケビンとキャサリンはなんか寄り道三昧で来ないよまだ。ちょっと予想外の大工事になっておりまして。あ、いいじゃん。そういえば北海道で見てないもんな。そうだよ。見てない見てない。いや俺だってちーちゃんと山田君を見たのは15分ぐらいしか見てないと思うよ。水のち追いかけてったシーンとその前後ぐらいじゃないか。いいですか、大丈夫ですか。行きましょう。ぜひとも。ちょっとエンジンかけるよ。いきます。70ぐらいいきます。70アンペアってことですか。そうです。あんまでも前に比べたら全然高いですよね。
でこの状態でのメインの電圧をはい一旦測ってはい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 。 70で多分1000ワットぐらいがいってるはずなんですごいじゃないですか。で帰り太陽光と合わせて1100ワットぐらいを実現してやったって言ってたんです。めちゃくちゃ高いですね、まあ、13.3とかあら、すごいメインバッテリーもいい状態で、70ぐらい出てるのでめちゃくちゃいい状態。何だったんですかね、じゃあこの間の。じゃあやっぱ線が細かったっていうのが最大の理由ですか。オルタネーターからメインバッテリーの。もうこれぐらいの設定の方がいいんですかね。これ以上頑張んない方がいいですよね。いや別に頑張れって言ったわけじゃないですけどまあ安心は安心だったらちょっとでも一旦見てみます。ここでよくかましてまた明日帰ってきたら嫌ですから。全然十分な数字ですけど、現状でかなり余裕があるというか、 70アンペア、今見ましょうか。70アンペアでしたっけ。アイドリングでだもんね。ひょっとしたら走ってったらもっと出る可能性があるってことですよね。そうですね。嬉しいづら。まあこれで解決したと言ってもいいといいですね、思います。ありがとうございます。一応下で直接も見てはい、うまくいきましたよ、山口さん、ここ。もう今日もう死ぬほど食べて飲んでくださいムービングベースには足向けて寝れねえずらアイドリングで1000ワット超えたずら。すごいつまらんつまらんとか何成功しちゃったん？アイドリングで1000ワットいった。ムカつく。でしょもう帰ろうかなデコさんは同じなの、充電器は同じなの。それが24ボルトで、で残念ながらちょっと今設定のうまくできてないのか、充電量が少ないと。ああ、そうなんや。ここ正面でいいよ。ここ真正面で。うわー、すげえ。お疲れさん。なんかずいぶん楽しい旅行だったじゃない。楽しかった。爽やかも食べた。爽やか美味しかった。本当に美味しかった。ケビン聞いてくれる？アイドリングです。1000出た。すげえじゃん。でね、悔しい、ちょっと。出た理由はね、オルタネーターから直結した。32スケで。おお、すごいじゃん。32スケ。だからオーバースペック22スケでいいんだけど、まあ念には念をっていうことで。走ればこれ。インバーターにソーラーは突っ込んでいいんですよ。あ、そうです。インバーター切ってても充電されるので、あ、そうなんですか。はい、大丈夫です。やった。だって帰る。改めてケビンでございます。よろしくお願いします。ツイッターで何度か、やり取りさせていただいてます。ちゃんと言っといたから、ケビンの昨日頑張ってた、あれはね、オルタネーターつないで、オルタ直引きしといた。しといたって。しといたって。名古屋弁が出るんだよね。なるべく優しい目で褒める方向でお願いします。うわ。もうちょいだね。昨日のケビンの努力は報われるかも。報われる。ちょっと上がった。調整してもらったから安心。ね、微調整でも変わるもんね。でもアイドリングはね、20だから、せいぜい550とか。こいつがね、まあ、しょうがないよね、オルタネーター的に。オルタが見つかんないの。前だけ。さあ、宴会のための大移動でございます。こういう段取りだけは早い。
オーライオーライオーライ。いいっすよ。全然ちーちゃんどんぐりみたいに見えるよな。何？どんぐりみたい。どんぐり？うん。2つで割ったら十分だからどうだ。これ違う、さっきなんだい？玉ねぎとかそういうのは買ってきたよ。あ、切ってある？お世話になりましたね、ここ。そしてすごい宴会場が出来上がりました。今日9人10人。それでは、とりあえず今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。そしてこんなことを勝手にして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。自己紹介を後ほどとり、まずは乾杯。はい。乾杯。よろしくお願いします。猫さん久しぶり。久しぶり。いいじゃん、この松茸最高じゃない。いないけどゆかりちゃんが参加してる感じで、ゆかりちゃん影膳やね。影膳。あと肉は松阪肉を中心に。松阪肉だけ。松阪牛のみでございます。すごい。ステーキこっちでやった方がいいかな。ね。あ、でも炭火焼きの方がうまいね。炭火でいきますか。じゃあ炭火準備しましょう。あれ1個。あれもうちょっとで。作るっていうところからそこがおかしいんだけどね、そもそも。世の中にいいバッテリーがない。世の中にあるのはちょっとあまりにも能力ないっていうのがある。3キロ。前半は若者用の肉だからね。そう僕たち若いやつ。ホタルの光はい、ありがとうございました。お疲れ様。お疲れちゃん。ついちゃんおやすみなさい。いや。富士山だ。めっちゃ綺麗。そしてこちらが千本浜でございます。おはようございます。おはようございます。今沼津のはい。千本松公園におります。すごい富士山が綺麗に見えるところです。でみんなでコーヒー飲みまして、っていうところでございます。まあここでちょっと一回ね感想を言っておきますけども、ムービングベース昨日すごいね3台さ。3台なんかチャ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 って言ってたね。ケビンに至ってはさ、もうほら前日までに自分である程度やってたから、で数字も出てたの、さらにパワーアップしたということで大喜びでしょ。であれですよ、デコさんは3倍ぐらいこんな変わったの？充電。すごいね。でうちはアイドリングで1000ワットという。すごいじゃん。すごいのよ。すごいじゃん。すごいのよ。すごいじゃん。で、うちの時間かかったのはその作業自体よりも、あれよね、この出したりとか、開けたり閉めたりするの大変だったの。やったことはそのオルタネーターという発電機から充電器に直結、バッテリーとか経由せずということで、やった結果がこのような形になって。すごいよね、あの人。趣味バッテリー趣味バッテリー。私そんな人また初めて見た。バッテリーが好きで、バッテリーが好きってなんかみんなで言ったぐらい。まあその変態な藤田さんのおかげで。でもすごいよね、やっぱりね。あれですよ、ついにこのずっとこの苦しんできた走行充電が決着いたしまして。じゃあもう来年の夏はもう北海道そうだね。まあ1000ワットは常にっていうか、大体基本走ってる時はもうちょっと充電するから、今日の朝はだいたい800ワットから900ワット充電してたの。
だからでちょっと10分ぐらい走ってそうそうそう、で冷蔵庫とか動いてるからまあ1000ワット、で若干伸びてくるのやっぱり走ってる、下道で本当に近い距離だったから分かんないけど、高速だな。高速乗ったらまあすごい分かる。そうで今太陽光がこれからも出てくるから、だから1500ワットいきますよ。1300ワットを目指していたのに、それ以上の1500ワットをいきました。まあこの後もし実現できたらその瞬間を捉えたいと思うけど、ということでとりあえずムービングベースの走行充電プロジェクトは大成功で終わりました。でこのツアーは今から入り市2回戦のために行くようなところからまだ続きます。ということで、ぜひともお楽しみにしてください。ということで、何？さよなら。さよならなの。